何かお悩み事ですか？思いがけず教師になってしまって頭がぐちゃぐちゃですよね。新しいことを始めるのには戸惑いと恐れが伴うものです。私ですか？私はいつも教主様のおそばにいますよ。私はヨミです。教主様にお仕えする光月期の司祭です。昼に太陽を仰ぐひまわりのように、夜に月を仰ぐ光月期の花。周りに咲いている白い花が見えますか？昼間は神戸を垂れていて、月が昇ると顔を上げる花です。教主様の世界にはこういう花がないと聞きました。残念ですね。本当に綺麗な花なのに。教主様がお話ししてくれたんです。今のようにこの世界に慣れていない頃、私と一緒にお話ししたことがあるんです。心を落ち着かせてください。世の断りは遠くにあるようで近くにあり、複雑なようで実は単純なものです。普段通りに運命の流れに身を任せれば、記録に書かれた教主様のようにうまく適応できますよ。まだ確信が持てないようですね。やはり言葉だけでは重みが足りないですね。どうすれば教主様が力を得られるのか。たくさん苦労されたのでしょうか、私の月様。とりあえずこうしてキュッ。辛いことがあるときは何も考えず友人と抱き合うと楽になりますよ。すべてうまくいきますよ。いずれすべてを理解できますから。そうですか？それならよかったです。教主様。教主様は私にとってあの空の月と同じくらい大切な存在です。私は月だけを見つめる光月期。太陽のような存在感で黙っていても崇拝される世界樹とは違って、孤独の中で生きなければならない月の運命を背負った教主様。拠り所となる場所が必要な時は、月が昇る夜にここにいらっしゃってください。いつでもここで待っています。教師様、今日は随分と表情が穏やかですね。そうなのですか？良き友人ができたのですね。私は教師様を少し追い詰めていたようです。私が焦りすぎたのかもしれません。せかしてしまい申し訳ありません。慌ててはいけません。落ち着いて時間をかけていきましょう。やはりゆっくりと時間をかけて待つしかないのでしょうか。ヨミ？ここでなぜその名前が出てくるのですか？ヨミは何と言いましょうか。せ
世界樹が崇拝していない司祭です。ですから黄泉のことはあまり深く考えない方がいいですよ。教師様、変なことを言いますね。教師様は世界樹教団の教主ですよ。もちろんセンシティブな問題です。黄泉は基本的に私たちの教理に従わない異教徒なのですよ。異教徒。アーカイブですか？教師様の記録を調べに行かれるのですか？はい、わかりました。記憶を取り戻そうと努力されるのは素晴らしいです。途中で女王様が遊びに誘ってきても断ってくださいね。教師様、今日もアーカイブにいらっしゃったのですか？はい、書物や書類に関してなら任せてください。何か気になる記録でもあるんですか？読み、読みですか。思い当たることは特にないですね。どうでしょう。月はわかりませんが、夜の司祭みたいな内容なら見たことがありますね。どれどれ。ここにあります。昼間に世界樹と庭園を手入れする司祭もいるが、夜中に獣やモンスターが世界樹に近づかないようにする司祭もいる。夜の司祭たちは永遠の夜が訪れればエイリアスに真の平和が訪れるという論理を展開する。永遠の夜で世界樹が眠るように誘導し続ければ、その下の存在たちが平和に繁栄できる。どうです？世界樹が眠るというのはどういうことなのかよくわかりませんが、まあ昔の話なんてそんなものですよ。それは私にもわかりません。ただのそれっぽい昔話かもしれませんし、教団の再編で司祭たちが統合されたという可能性もあります。でもまあ大抵は単に格好よく見せるためにあれこれ書いてあるだけですよ。ファンタジー小説みたいなものです司祭長様が知っているんですか？異教徒ですか。多分そのせいで記録がないのかもしれませんね。結局アーカイブは教団のものですから、異教徒に関する記録なんて管理すらしていないんですよ。もしかすると太古から存在する精霊たちなら何か知っているかもしれませんし、エルフたちも必死に情報を収集していますから。教団の外で情報を探れば何か出てくるかもしれませんね。地図をお渡ししますね。はい、どうぞ。妖精王国の周辺を描いた地図です。ここに精霊たちが住む山が描かれています。地図の道をちゃんとたどれば道に迷うことはありませんよ。
光の差さない場所に誤って根を下ろした光月期を植え替えていました。光月期には日光は強すぎるので、淡い月光を浴びて生きていますが、だからといって全く光を浴びられない日陰では枯れてしまうのです。ちょっと繊細な花と言いましょうか。お手入れのしがいがありますね。そうですね。半々といったところでしょうか。月を見つめるからといって太陽から目を背けているわけではありませんから。月も結局は太陽の光を受けて輝く存在です。太陽が消えれば月も一緒に消えてしまうでしょう。でも急にそんな質問をするなんて何かあったのですか？もしかして司祭長が私について何か言っていましたか？ある意味では正しい表現ですね。私を避けたいのであれば構いませんよ。教主様を困らせたくはありませんから。教主様、教主様の一挙一動が私にとっては運命と同義なのです。夜の雲間に隠れろと言われれば私はそうするでしょう。他の司祭ですか？月を崇拝する司祭は私だけです。私のような司祭がもっといればいいのですが、まああえて言うならこの光月期の花たちと一緒ですね。もちろんです。私の宿命とでも言いましょうか。孤独の道を歩むことは初めから分かっていました。思ったほど悪くはないですよ。もちろん辛い時もありますが、私が崇拝する月が無事であればそれで満足なんです。月様だけを思うのが私の義務ですから。教主様、まさかご自分を責めようとしているのではありませんか？その必要はありません。大丈夫ですよ。月がどんな道を進もうとも私は邪魔いたしません。もし踏み出すことにためらいを感じれば他の道をお探しください。月が私を見てくれないからといって寂しさを感じるのだとすれば、私の信仰に何の意味があるのでしょうか。教主様が行きたい道をお進みください。遠くからひっそりと見守っています。でも一つだけ覚えておいてください。辛くて疲れた時、いつでも帰って来られる場所があることを。友人や人たちの期待が重荷になるようでいたら、教主様にもどこかに頼れる場所があることを覚えておいてください。黄泉がこの月明かりの下でいつも待っていることを。どうか私を覚えていてください。
つまり教師様は毎晩外に出て黄泉に会っていたと？教師様がまた変なことを。黄泉は私が考えているようなものではないから理解してほしいということですか？それで黄泉を教団に迎え入れたいと？教師様、何を言っているのか全く理解できません。よく聞いてください、教師様。あの黄泉は本物ではありません。はい、黄泉というのは私が司祭になる前、いえ、女王様や私が生まれる前から存在していた昔のおとぎ話に出てくる妖精なのです。この話、誰から聞いたのでしたっけ？妖精王国がまだ王国ではなかった時代がありました。妖精たちはその時をおとぎ話の時間と呼びます。きちんとした記録が残っている時代ではなかったのです。口伝しか残らず、信憑性の薄い記録だらけなのですよ。その頃、妖精たちは今の獣人たちのように小さな村を作って暮らしていたと言われていますが、空から降ってきた石に黄泉という名前を付けたという話があります。そしておとぎ話の中では、この黄泉という石が突如生き返って司祭になります。黄泉とはそういうおとぎ話の存在なのです。本物の黄泉だとどうしてわかるのですか？ただ黄泉を名乗っているだけのおかしな妖精かもしれませんよ。まあ、その妖精が自分が本物の黄泉だと主張してきたとして、私たちにはそうではないと証明する方法はありませんが、常識的に考えてありえないでしょう。そのようなすごい存在がどうして今まで歴史の表舞台に出てこなかったのですか？私たちの王国が反乱で崩壊しそうになった時も姿を見せず、その後にも重大な事件が起こっていたのに、何かしらの活躍をしていましたか？姿を隠しているだけでも無責任です。今になって急に現れて、私は太古の存在の一つだなどと言われて、はい、そうですかと信じることができますか？その表情はまだ納得していないといった感じですね。ついてきてください。教団の地下にぐちゃぐちゃですがまとめられた資料があるはずです。さてと、これです。この本を一度ご覧ください。もちろん世界樹が先ですよ。これくらいは即答していただかないと。まあ、私もそうだと推測しているだけですが。おそらく本の内容が不完全で基本的に未完成だからです。ここは司祭たちが書きかけで中断した本を集めた場所です。とにかくその本の最後の部分に月に関する話があるはずです。そこに黄泉という司祭がいたと書かれています。
でしょう。この本は口伝による昔話集のようなものなのです。だからそのものは教師様を騙して利用しようとしている可能性が高いです。どうにも腑に落ちませんね。毎晩のように教師様に会っておかしなことを言って教師様の心をかき乱すこの詐欺師が何者なのか調べなければなりませんね。どこで会っているのですか？場所を教えてください。教師様の心をかき乱すなんて黙って見過ごすわけにはいきません。わかりました。教師様を連れて行けば会えるのですね。今夜ケリをつけましょう。今になって考えてみますと、教師様が夢を見ていただけという可能性も。まあ教師様のお言葉ですから信じますが、自称読みという妖精は現れませんよね。教師様の睡眠時間をちゃんと確保しないとダメかもしれませんね。眠いです。はい、ただ眠いだけです。夜遅くまでこうして起きているのは久しぶりですので。仕事で昨日も徹夜しましたけど、言ったら心配させてしまいますしね。お願いしてもいいですか？申し訳ありません、教師様。読みという妖精を見つけたら起こしてください。それでは少しだけ眠ります。教主様、今日もいらっしゃったんですね。お連れの方もいらっしゃるようですね。よく来てくださるので私も嬉しいです。何かご用ですか？川へ水を汲みに行っていました。光月期に水をあげようと思いまして。もうちょっと寝かせてください。この妖精が司祭長ですか？実際に見るのは初めてです。前とは違う妖精ですね。大丈夫です。そのままにしておいてください。司祭が眠ることは教団において大きな意味があります。はい、本当に眠くて眠っていることもありますが、夢を通じて世界樹が話しかけてくることもありますから。月を見つめるようになってからはもう夢を見ることはありませんが、昔は私もそうでした。夢のない眠りも悪くないですよ。すっきり休めた感じがします。深刻な顔をされていますが、何か問題でもあったんですか？私の存在を証明することが重要だとお考えですか？
わかりました。教主様がそうおっしゃるなら、その道を進みましょう。私が司祭長を起こします。少し怖いことが起こるかもしれませんが、あまり怖がらないでくださいね。世界樹の意志で眠った司祭を無理やり起こすのは危険なことです。何かおかしなことが起きても落ち着いていてください。冷た。よかったです。世界樹とは関係なく、ただ眠かっただけのようですね。空が崩れたり地震が起きたりはしていませんよね。あなた、何をするのですか？教師様、私が起きないからといって水をかけたのですか？お会いできて嬉しいです。私はヨミと申します。ヨミ？あなたが教師様の言っていたあのヨミですか？今すぐ演技をやめて正体を明かしなさい。演技とは何の演技ですか？本当の名前を言いなさい。ヨミですよ。あなたがそういう態度だから教師様が懇願しているのですよ。きちんと説明してください。知りたいことは何でもお答えします。太陽を崇拝するものよ。太陽を崇拝するとはどういう意味ですか？世界樹はすなわち太陽です。世界を明るく照らす。空に浮かぶ火の玉とは次元の異なる本物の太陽。自分が本当に月の司祭だと信じているのですか？呆れて物も言えない。まったく、自分がヨミだとずっと言い続けるつもりですか？私はヨミですからヨミだと言わなければなりません。どうやら妄想癖がひどい方のようですね。確かにそうです。私自身もヨミであることを証明できません。それならそれでいいんじゃないですか？そう信じても悪いことがありますか？教団の秩序を乱しているのです。教師様の心をかき乱しているのですよ。私が教主様を混乱させたと？そうです。太陽だの月だのと言って教理を歪めているのです。私が本当にそのようなことを？教主様？私が月様のお邪魔をしてしまった？違うとおっしゃっていますよ。なんですって？教師様、こういうのは困りますよ。教師様がはっきりと言ってくださらないと私も。なんですか？私たちの教主様を責めるのはおやめください。責めるのなら私をお責めください。私たち？もうこれ以上は見ていられません。ネルさんが世界樹を大切にするように、私には教主様を大切にする義務があります。それはどういう意味ですか？世界樹に傷がついたら
ネルさんはどんな気分になりますか？怒るでしょうね。犯人を見つけて叱りつけます。そうでしょう。私がなぜ怒っているのか、もうお分かりですよね。ネルさんが教主様の心を傷つけているんです。それは違います。私はただ教主様の言葉、教主様の行動、教主様の偉業だけを受け入れて、教主様の怠け癖、教主様の変色、教主様のお点は受け入れないつもりですか？司祭なら全てを受け入れるべきではありませんか？私は全て受け入れることができます。私には隠さなくても大丈夫ですよ、教主様。月様、恥ずかしがらないでください。誰かを大切にするということは、その人の様々な面を受け入れること。時々は素直に甘えてください。私が癒してあげますから。それでは無責任すぎませんか？教師様が間違った道を進もうとしているなら正すべきです。世界樹の管理は水やりだけではないのですよ。不要な枝を切り落とし、苔も取り除かなければなりません。教師様への接し方もそれと似たようなものです。切り落として引き剥がすなんて利己的だと思いませんか？教主様は今のままで立派な月であり、大切な存在です。そんな教主様の行動一つ一つを全てコントロールしようと考えるのは己の欲望だと気づかないのですか？私はただ道を示そうと。あなたは失敗を指摘できない臆病者なだけではありませんか。教師様はどちらが正しいと思いますか？私が正しいですか？それともあの子が正しいですか？ですよね。やはり私の考えが正しいですよね。私の考えが間違っていたんでしょうか。教師様？やっぱりそうですよね。どうして私を捨てて教師様が私を見捨てた？月様がとても困惑していらっしゃいます。教主様がそうおっしゃるなら、私はその道を進むだけです。月様は争いを望んでいないのですね。どんな選択をされても私は理解します。教師様の気に入るような甘い言葉ばかり言いますね。まあ悪意があってやっているわけではなさそうですし、私もある程度は理解して受け入れましょう。教師様がとても心配されているので、ここは心を落ち着かせましょう。
それとこれとは話が別です。世界樹を崇拝する教団に月を崇拝する司祭が自由に出入りするなんておかしいです。教師様、いくらなんでも異教徒の司祭が自由に出入りするのは許されません。それは、そう言われても私からは何も言えませんが、そのようなことはできません。私が光月期の司祭であることをわざわざ他の者に知らせる必要はありません。教主様が認めてくださるなら。いえ、たとえ教主様がご存じなくても、私はいつまでも仰ぎ見るでしょう。私の信仰はそんなに浅くはありません。それは私に向かって言っていますか？全く違います。私は教主様に聞いていただければそれでいいんです。まあ、いいでしょう。月がどうのこうのと他の人たちに言わなければ、教団への出入りくらいは許してあげましょう。教師様がそう望まれるから許可するのです。わかりましたか？ええ、ありがとう。見た目ほど冷たい人ではないんですね。当然です。私は司祭ですから。そうですか。私もですよ。大丈夫です。ご心配なく。少し気がかりですね。私は司祭長ですから。でも教師様がヨミさんは良い子だと言うなら信じるしかありません。司祭がどこまで受け入れるべきか、それなりに悩んでもみました。ヨミさんも私も結局は世界樹の下で生まれた家族ですから。信仰の方向が少し違うからといってむやみに拒絶するのは正しい答えではないと思いました。はい。今なんと女王様が私のことを何とおっしゃっていたのですか？女王様は一体私について何を言っていたのですか？私も自分なりにいろいろと考えているのですよ。ちゃんとした教師様にお仕えするのは初めてですし、教師様のお言葉は私にとって重みが全然違うのです。いつかヨミさんの考えを理解できる日も来るのでしょう。あるいは逆にヨミさんが私のことを理解するようになる可能性も。その時まで教師様の判断をできるだけ尊重させていただきます。教師様の考えが変わるなら私がすぐにでも動きますよ。教主様、ここにいらっしゃったんですね。教団の人たちと話をするのが思ったより楽しくて遅くなってしまいました。自分がきちんと話せていたか心配です。いつも一人で月を見つめながら一人で過ごすのに慣れているので、話も少しと思ってしまいましたし、変なことも言ってしまったようですし、恥ずかしい。それが教主様のお望みなら一生懸命頑張って他の人たちと仲良くします。では私はこれで。
残った仕事を片付けに行きます。お疲れ様です、司祭長。送っていただきありがとうございます、教主様。はい、教主様が気を使ってくれましたので。それにしても司祭長は私を見るたびに表情を曇らせますが、やはり教団に私が来たのは良くないことだったのでしょうか。そうですか？教主様がそう思うならそうなるべきですね。そうしてはいけないのに、なんとなく教主様の前では少しだけ戯れたくなるんです。あまりにも良い方なので、少し意地悪な冗談も全て受け入れてくれるような気がして、まるで私の欠けた三日月を補って満月にしてくれるとでも言いましょうか。はあ、私の月様、見れば見るほど心が安らぎます。いつでも私の肩をお貸ししようと思っていたんですが、結局頼っているのは私でしたね。身の程をわきまえない発言をしてしまって恥ずかしいです。はい。私もそうなればいいと願っていました。誰でも心に負担があるものですから。教主様ほどのお方ならその重さも計り知れないでしょう。できることならその重荷を分けて持って差し上げたいです。私は月を崇拝する司祭ですから。どうでしょう。本当にそうなのでしょうか。あの遠くに見える夜空からヒューッと落ちてくるきらめく光の一つだったのでしょうか。それともあの広大な空を満たしている黒い星でしょうか。実は私にもよくわかりません。私はただ月を崇拝し、いつか月と一緒にまたあの空に登ることを願う一人の人に過ぎません。教主様が望むなら嘘でも真実にしなければなりません。それが私の司祭としての宿命ですから。ここから少し行ったところに私の家があります。それでは教主様、気をつけてお帰りください。明日またお会いしましょう。教団に伺いますね。